こんにちは。バビチャンネルナビゲーター森前です。ここにある赤松。これを作出したのは関西にお住まいの80歳を超えるご老体の愛好家です。50年を超えて若き頃より盆栽を愛し、特に戦前からつながる真の日本の盆栽の空間優美を大切になさいました。思うところあって、ご創建な中でも一度全部を世間に放出しようと、約150点のものが放出されるオークションがつい最近私どものもとでありました。アカデミックな木が海外でも日本でも人気の中、文人系のおとなしいもの、特に赤松や五葉松は比較的流通価格が低迷している現状でした。しかし予想を反して記録的な価値観がこの方の持ち物の中に記録されました。今日はわずかに私どもが依頼して手に入れたお客様のこのご老体が求めた盆栽の美をいくつかの作品でご紹介したいと思います。忘れてはいけない盆栽の美、ハサミの素晴らしさ、捉え方、受け継ぎたいものがあります。ぜひご覧になってください。赤松、約100年。荒ぶれた幹味、腰高に作られた姿、揺れ立つ幹の上で屈曲しながら、一つは頭を作り、一つは落ち枝を作り、さながら峠に立つ一本の松、または山の上に林立する松風にも似た木の一つを象徴的に表したような木。画家はこの細身の松の幹の線こそが手本だという人もいます。座敷飾りを追求した空間優美の文人赤松です。赤松寄せ植え、約80年。鉢は150年前の南蛮丸。どのようにすればこれほど根元をつけながらまるで寄り添い一緒に追い立ったように植え付けられるものか。古老大家本人に聞けば、若い小さい頃に根をさばいて、なるべくそれを針金やジャッキで絞り込んで根元が離れないように植え込むんだと。寄せ植えの素直な村立ちは、根元が離れていたら興ざめだとおっしゃいます。左に素直にすっくと流れる姿、それぞれが乱れ打ちのようになりながらまとまる世界。古老ならではのハサミの技と無駄枝を省いた姿が描き出します。赤松の場合は枝を外しすぎることで残りの枝をごつくしてしまう嫌いがあります。それをせずにまとめ上げる。水も肥料も限りなく限界に近く減らし、それでいて培養上の健常さを保つ。見えない苦労がある木は飾り映えの中に生きる名木と言えます。赤松創刊約100年。鉢は約200年前の貴重な南蛮田園。古老が半世紀近く育んだ木。
太ることを戒め、わずかな枝でそう艦隊のリズムを壊さぬように作ったこの木は、贅沢な美術盆木といえる南蛮盆木に入っています。鉢移りがなければ盆栽とは言えない。それを貫いた古老の棚は、半数が明器に入ったままの姿です。赤松寄せ植え、約100年。鉢はやはり150年前の紫泥楕円。作者の故郷、昔でいう播州、今の姫路地方の山あいから山鳥で取られた細き赤松を一つ一つ鉢で仕込み、そこから数十年、それを一つの今の姿にまとめたのは20年ほど前だそうです。一つ一つの文人の木が寄せ合い織りなすこの姿は、この頃のみが描き出すと言われる世界観が凝縮されています。幹の流れを表すのに針金で絞り曲げるのではなく、よく見れば一つずつの幹の背に太針金を沿わせて自然な流れを出す。ここから10年すれば飾れるようになる。五郎が半世紀をかけて作り上げた盆栽の作出の世界は、10年単位の区切りという気の遠くなるご自身の労作の中でこそ生まれたのです。赤松樹齢約150年、鉢約150年前の技巧示唆、紫泥墨切り重宝。古老が言います。どれほどの腕を持ち、どれほどの三月で盆栽を作ろうと、山鳥の盆栽の線に勝てるものはない。この木は古老ふるさと姫路の山で採られた斜里感を抱く造形的な赤松です。その古さ、その樹層、大型盆栽に匹敵する木として誰もが一目置く木です。五葉松樹齢約120年、鉢南蛮深手丸。文人系の木を愛する古老。長くその棚にある木は、それでも年々姿を変えます。この木なども、この枝はいらないのと思うような大切に見える下枝、落ち枝一つをつい最近取り、シャリ枝としました。五郎ごとく長く見てると、人が作った枝はいやらしさが出ると、つまらぬ枝などない方が木は自然でよい。古老の生き方は、ご自身が作った盆栽そのものと言えるものがあります。ごまかしがなく、鉢移りもごまかさず、それでいて嫌味な部分はそぎ落としていく。趣味家ならではの真骨頂と言えます。赤松五冠寄せ立ち約80年。
古老50年の盆栽歴の中でも近年の作と言われるものです。細身の木はまさに寄り添うように喫立し、わずかな枝で大きな松林を描き出しています。まるで長谷川等伯の少林図のようだろうと。ここからの年々の枝仕込み、それでいて枝のはぐみを重くせず太らせず、枯れかかる木立のような姿を描き出すのは培養技術の卓抜たるものでなければできません。古老が追い求めたものは国風盆栽展の栄えあるものでもなく、いなせな姿で洒落た姿を威張るではなく、当たり前に絵心の中から浮かび出たような木を自らに問いかけながら作出してきました。このご年配の愛好家とは、私も30年来のお付き合いがあります。初めて関西でこの方と出会った時には、正直このような方が関西地方にいたのかと驚きを覚えました。以来、どれほどのことをこの方から語らずに教わったでしょう。さまざまな座敷飾りの展示会で、このご老体が織りなす世界、松もあれば雑木もあり、あまり見ない樹種の木を大切にしたり、でも描かれるものに共通したものがあります。間を取って絵心を大切にせよ。鉢は威張らずにきちんとおごれ。古老の棚にはいつも棚下に小当たりや中当たりの名木が至るところに置いてありました。そのすべてが植えるための用の美であり、わしは鉢を座敷に飾って威張るほど酔狂ではないと。鉢はこの木に何を入れようか、この鉢にどのような盆栽が合うのか、それが鉢だ。貫いた人生です。一度すべての作品を手放し、そして心からまた追い求めるものを描いてみるという気概すら見せています。作って残された木々をこれから受け継ぐ人たち、そしてその中に込められた古老の心を受け継ぐ人たち、いろいろなものが込められた盆栽が今私たちの目の前にあります。盆栽の求める人生観や美は何だろう。その一端をこの方の作品が物語っています。わびチャンネルは盆栽を愛する人が描いた人生の歩み、残された作品、もちろん名木、名鉢、名水石、そして愛らしいもの、いろいろな角度で私なりに皆さんにお伝えしたいと思います。アーカイブを含めて100以上の内容がございます。チャンネル登録をなさってぜひお楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。